仮に表現上手だとしても。ちょっといいですか、いいですか、ね、だからね、悪いと思ってなければ謝らなければいいんです。それがね、そこで問題がまさしくそのことなんだけども、ちょっと待ってください。私の話を聞いていただけますか。あなたは僕の発言取るからさ。あなたはいつも出てるからいいじゃないですか。ね、要するにね、謝りたくないのに謝ってるっていうのが見えるんですよ。だから、謝りたくなければ謝らなければいいわけです。その問題で言っていいですか。それでね、で、謝りたくないのに謝るからこそですね、嘘っぽさが出てきちゃうんですね。あの戦いは多くの国々、とりわけアジアの諸国民に対しても多くの苦しみと悲しみを与えました。私はこの事実を謙虚に受け止めて、深い反省とともに謹んで哀悼の意を表したいと思います。謝罪というのはですね、やっぱり受け止める側がね、謝ってもらったっていうふうに思わないと、いくらですね、こちらの方から謝ったって言っても、なかなかそれはね、通じるものじゃないんですね。もしね、韓国の人がね、あれを見たときに、なんかね、許そうっていう気持ちになかなかならないんだろうなって気持ちになるんですね。で、それは、なぜかというと、例えば何かこう謝罪した後にですね、次からまたちょっと暴言が出てきたり、妄言が出てきたり、いろいろするわけですね。謝ったのにまた出てきた、謝ったのにまた出てきたっていうと、すごくですね、もてあそばれてるような気持ちにまずなるということが一点です。謝り方が本当には謝ってないと。その官僚の書いた文章をただ読んでるだけじゃないかというふうに韓国の人たち捉えていると。こういう話ですね。西部さんから。今は僕ね、新さんおっしゃった2つのことはやっぱ2つおかしいと思う。つまり1つはね、その妄言をね、つまり謝った後でね、日本も韓国にいいことしたじゃないかみたいな妄言が出てくるから信じられないというけれども、まあそれはいろんな場合あるけども、基本的には別の人が言ってるわけですよね。いいですか、例えばね、先ほどのあれで細川市でも宮沢市でもいいけどね、その人がですよ、謝罪発言した後のですね、例えば1週間後に記者会見なりどっかでですよ、日本いいことしてたんだって言ったんならばね、それは信ずるに足らないですけれどもね、当然ながらですね、意見が違って当たり前なわけですよ。政治家はみんな同じ意見じゃないけど、あれでいけないっていうのはね、そんなふうに考えてる、もしも韓国なり朝鮮なり思ってるとしたらね、それはそれこそ民主主義国家じゃないから、そういうふうに思うんだろうってからかいたくもなりもする。それからもう一つね。ちょっと待ってください。ちょっと私に発言させてください。今の件で申し上げるとね、例えば権力の中枢にいる人たちが同じような認識を持っているというふうに見るわけですね。ちょっと待ってくださいよ。あれですよ、権力中枢だってね、別にみんながですよ、なんで同じじゃなきゃいけないってことはない。それからもう一つね、確かにあなたがおっしゃったようにね、韓国人は愛護というふうにね、例えばそのなんて悲しみを表現すると、日本人は逆に近い表現をすると。それはそうですけど、そんなこと仕方ないじゃないですか。仕方ないってね、各国の文化の違いですからね、日本人がその韓国の文化と違う形でね、謝罪を表明しているのはけしからんっていうのはね、それこそまた。けしからんというのではなくて、通じないということですね。ドイツのウィリアム・ブラント首相の話をちょっとさせてください。1969年にね、ポーランドに行きました。ワルシャワでは50万人の方々が虐殺されまして、その慰霊塔にたどり着く前にですね、足が震えてひざまずいて泣いたんですね。で、ポーランド人はね、それを見て、やはり理解したんですね。感動しました。つまり、そういう形で伝わる方法っていうのはたくさんあると思うんですね。でも、一体じゃあ、今まで日本の政治家がですね、ひざまずいたりとかね、相手の目を見たりとかね、一緒になって涙を流したりとかしたことがあるのかって思うわけですね。だとしたらさ、謝罪するその首相がみんなそのジェスチャーがうまいやつを選ばなきゃいけないよね。もうさもなんかもう足の膝ガクガクさせて、でなんかその韓国の人たちの前にガクッと崩れて、そしていや申し訳ないことをしたとかいうふうに言えばそれで気が済むのかって言ったらそうじゃないでしょ。でしかもその人だけがそういうジェスチャーがものすごく豊富な、でものすごい感情表現機微にあふれた謝罪の仕方をしたとしても、他の人はそうじゃないって考えてる人はいるわけだから、でその全員がね、閣僚が次から次になんかクビされたりとかしてたよね。でそれはそれぞれ違うようにやっぱり戦争のことも捉えてる人たちっているわけ。いろんな考え方をしてる人たちがあってもいいでしょ。でそれを全員が全員同じ考えで全員謝罪するっていう考えで意思を全部統一させて
以後外国に対してはそういう態度しかしてはいけないっていうんだったら、それはそういうふうに洗脳しなきゃいけないですよね。だからそれはちょっと話が違うような気がするんですけども。でもそれは必ず違う人、意見の人っていうのは出てきますよ、そりゃ。問題はですね、例えば薬害エイズの問題でも何の問題でも、日本の中の問題についてはね、謝罪の仕方がダメだとか、謝罪して済む問題ではないとか、ちゃんと謝罪しないとか、ね、小林さんの中でも追及するでしょ。しかしそっちの対韓国の問題になるとずれてくる。このずれの方がもっと問題なんじゃないかと。それをね、文化とかなんとかの問題に広げてしまって、僕が言ったんじゃなくて、新さんがそうおっしゃったからね、僕はそれは。いや、だから文化の問題だとしても、その対国内の問題ではね、あれはおかしいとかって追及するのに、向こうになると違くなると。仮にね、日本のどっかの首相が後から、これから1年後に韓国に行ってですよ、例えば韓国の議事堂で土下座したらね、私はね、それでもそこであれで愛護って泣けばですよ、それは真実の表現だと思うんだとしたらね、私は私のあれで判断から言えばね、もしもそうだとしたら、それは韓国の人たちはいかにも子供っぽすぎはしませんかと。西部さんの話ですね。なぜそこにね、どうしてそんなこと、例えばですよ、あの戦争が終わってから半世紀も経ってね、しかも自分が殺したとかなんかって、そういう深い心の傷があるのなら、それは泣くことも可能だろうしですよ、土下座も可能だろうけどもね、そんなことはですね、やはりある種の芝居だというふうにしかね、思われない。はい、仮に表現が上手だとしても。ちょっといいですか、いいですか、だからね、悪いと思ってなければ謝らなければいいんです。それがね、そこで問題がまさしくそのことなんだけども、ちょっと待ってください。私の話を聞いていただけますか。あなたは僕の発言取るからさ。あなたはいつも出てるからいいじゃないですか。長いからいいんだ、短くしても。要するにね、謝りたくないのに謝ってるっていうのが見えるんですよ。だから謝りたくなければ謝らなければいいわけです。その問題で言っていいですか。それでね、で謝りたくないのに謝るからこそですね、嘘っぽさが出てきちゃうんですね。で、悪いことをしたから謝るっていうふうにするのか、謝らないっていうふうにするのか、悪いことをしてないから謝らないっていうふうにするのか、そういう議論もなされてなかったわけですね。どちらかも決めないままに、なんとなくずるずるときちゃって、で、ちょっと言われたらなんか世間を騒がしたからとかって言ってですね、すぐ頭を下げたりとか、で、その後にすぐですね、これはいけないことだと言った後に、違う他の閣僚からですね、なんかわけのわかんない言葉が出てきたりとかして、いかにもなんかね、ずる賢くて計算高くて、思ってもないことをやっていると。だからかえって永久戦犯でね、その処刑された人たちの方がですね、はるかにね、すがすがしい感じがするわけですね。いいですか。はい。僕はその通りだと思う、基本的には。ただしね、それはね、全く同罪であってね、どういうことかといったら、英語でなんていうの、PC っていうんですか、ポリティカリーコレクトっていうの、政治的に正しいという。そういうことで教科書問題はその他も含めてですね、言ってみれば日本に対するある種の政治的要求としてね、そういうことをあれで突きつけてくる。そうすると日本の側もね、おっしゃるようにですよ、心からね、別にその感情論的には謝罪する気もなくても、謝罪したことにするのがですね、こうしたそのアジアの国際情勢の中でポリティカリーコレクトであると言ったですね、そういうことやって、私はその日本の政治家のあれで振る舞いが好きだと思わない、いいと思わないけれどもね、それは日本だけじゃありませんよ。そういうことを政治的なレベルで要求してくるってことがね、このあれですよ、極東に延々と続いてるわけですよ。それならばその両方言わなければね、それはね、西部さんずっと払ってない不良債権みたいなもんでね、それがずっと遅くなって払うからそういうことをやられるんだと思うんですよ。だからね、土下座の問題は私も西部さんと同じでね、土下座なんていうのはあれは本当に謝罪じゃないですよね、あれは。自分たちが土下座すればいいっていう話でもないと思うし、それから謝罪の時に何のために謝罪するのかっていうのはね、はっきりしてないわけですよ。そもそも謝罪なんての可能かどうかと僕は問題出したいぐらいの。とにかく謝ればなんとかその場しのげるということでかっこつきの謝りをするからずれるわけですよね。